3月10、大丈夫です。3月11日は相沢さんはどこに？ですね、震災のちょうど地震が起きた時にちょうど家に着いたところだったんですよ。もう仕事ある程度終わらせて自宅の方に一度戻ったんですよね。着いた時にちょうど地震が起きて、ああと思って、これはすぐ店に帰んなきゃダメだなと思って、揺れてる間にそのまま車に乗って戻ってきたんですよ。だいたいまだ地震起きてすぐだったんで15分ぐらいですぐ戻れたんですよね。それでその後に一応前から宮城県地震が来るっては思ってたんで、一応その対応としてまずは従業員を自宅に帰して、そこから明るいうちはお店を開けようとは決めてたんですよ。でその準備をしようかなと思って、ひとまず従業員2人を介してこう片付け始めたんですよね。片付け始めたんですけど、どうしても片付かなかったんですよね。あまりにも震度が強すぎて、で結局はガラス割れたのとかをちょっと店内にお客さん入れるのは無理かなと思ってそのまま閉めたんですよね。ある程度外に出たら、津波警報も鳴ってて、津波警報鳴ってるぐらい津波なのかなみたいな感じでは頭の中でちょっとあったんですけど、全然津波が来るって感覚はなくて、でそのまま、看板を書いて明日の朝開けますみたいな感じで張り紙をして、お客様に、明日の朝来てくださいみたいな感じで言って、そのまますぐお店出たんですよね。それが40分ぐらいだと思うんですよね。あと多分5、6分後ぐらいにちょうど津波が来たっていう感じだと思うんですよね。そうですね、多分5、6分後ぐらいだと思うんですよ。本当ギリギリだったと思うんですよね。だけど全然周りパッと見たら渋滞はしてたんですよね。普通うちらが、地元の人とか通る道はもう田んぼ道なんで全然気にしないでそのままスッと抜けれて、でちょうどラジオつけたらもう津波が来てるみたいなラジオが流れてて、うちは大丈夫だろうなと思う。それでも全然大丈夫だ。仙台空港に来てる映像を見てもうちは全然大丈夫だろうなと思って、どうしようかなと思って、家族も心配だったんでひとまず家帰って、子供たち帰ってきたのを確認して、今店に行ってもしょうがないなと思って家の片付け方をいろいろしてそしてそれでまたねテレビ見始めたら、もしかしたらうちももしかしてなくなってるかなみたいな感じの映像が流れてたんで、次の日の朝ですね、来たのは7時過ぎぐらいですかね。ちょうど明るくなって、早く行ってみようと思って来たらもう入れない状態で、もうこっちの岡田地区に入ってきたらもう泥と車ともうひどい状態で、と思ってこれどうしようかなと思って、警察の人とかがちょっとたまたまいたんで、ちょうど警察の人がこっちに向かってくる準備をしてたんで、警察と消防の人と一緒に警察の後ろを歩いてきたみたいな感じで、まだ水も全然引いてなくて膝下ぐらいまでですかね。それで、普通にこう道を歩いてきて、やっと店に着いて見たら建物が残ってたみたいな、そんな感じでしたね。今車のそうですね、なってとこですよね。車屋さんのとこですね。もうほとんど店の中は全部流されて、車が2台ぐらい、入り口にぶつかってて、もう店の中にも入れないようなぐちゃぐちゃになってるんですよね。それこそね、家にいてもしょうがないんでテレビ見始めると、今度どっかの店がこう炊き出しをしてるとか、どっかの店がこういうふうにこう販売してるみたいなのをテレビで流れるのを見て、でも俺もなんかやろうかなみたいな。でもここだとこの状態だったんで、もう来ても自衛隊の人がもう駐車場の拠点になってて、ここから捜索に行くような
場所だったんですよね。炊き出しって言ってもあそこに人いなくて炊き出しもできないしなみたいな感じで、どうしようかなっていろいろ考えてたんですけど、こういう移動販売の車を企画してんだけどやりませんかみたいな話がたまたま来て、じゃあ俺やりますみたいな感じで一番最初手挙げたんですよね。でそれで、ちょうど、それからちょっと準備時間かかって1ヶ月後ぐらいからちょうど開ける地元の人たちがこう家見に来て、無事だったのかとか、あの人はどうだったんだみたいな感じで、本当に世間話ですよね。もうほとんど1ヶ月世間話したみたいな感じで終わりましたね。今はね、今もほとんど人が戻ってきてないんですよ。ここからこっちは全然戻ってきてないんで、もうほとんどは工事車両のお客さんが一応、お昼ご飯を買いに来るっていうようなお店になってますね。楽しいって言ったらおかしいですけどね、お客さんと会話ができて、また違った商売ができたかなと思いますね。最初は早く開けたかったんですよ。一番最初に開けたかったらやっぱお客さんがやっぱ今までのお客さんにやっぱり顔見せたいっていうのと、やっぱ物を売りたいっていうので、早いかなと思ったんですけど開けたんですね。それがなんか使命みたいなところがやっぱりセブンイレブンとしてありましたよね。セブンイレブンの看板を掲げてるわけで、やっぱ地震の時はやっぱお店を開けて皆さんにこう商品を提供するっていうのはもう頭に叩き込まれてましたからね。それをやらなかったっていうのはすごい気がかりだったんですね。なんでね、想定をかなりしてたんで、地震でもそれこそ計算機で、3時間でこのぐらいやれるんじゃないかなとかってやる程度計算はできてたんで、それもなんかできなかったのにちょっと悲しい思いがしてたんですよね。だからあそこで再開したんで、もう皆さんは再開してくれるもんだろうと思って再開するんだろうみたいな話いろいろされたんですけどね。そこからは今度はまた難しいなと思って、これはやっぱり皆さん15年お世話になったんですよね。15年、ちょうど15年目の7月5日でちょうど15年だったんですよね。もう少しやりたかったんですよね。結構15年やられたらここの場所に南蒲生に愛着っていうか。そうですね、愛着がかなりありましたね。それこそ町内会の人とかその老人クラブの人とかみんなお世話になって、お弁当とかも全部取ってもらっていろいろ可愛がってもらいましたね。どうですか、ある種の使命感を持って開けられてお客さんの反応というのは。やっぱ初めは喜んでもらいましたね。開けることでこんなに喜んでもらえるっていうのはびっくりしましたね。それこそ近所の人なんか涙流してお店開けてくれてありがとうみたいな感じで言ってもらって、ちょっとびっくりしたところもありますよね。どっちかっていうとね、自己満足もあって開けたっていうところもあるんでね、自分のやり残したことをやりたいみたいなところで、周りの人はやっぱり感謝してくれた人が多くて、なんかちょっとその辺逆にびっくりしましたよね。